大西洋を航行するクルーズ船で今日3人が死亡したのだ。原因はハンタウイルスで WHO が緊急対応に乗り出しているのだ。そして同じ日、米イランの停戦交渉が完全に暗礁に乗り上げた。ホルムズ海峡は未だ封鎖中。この2つがつながった時、日本の家計に何が起きるかを今日は全部話すのだ。3人も死亡って、それって今日のニュースなんですよね。クルーズ船でウイルスって、私もつい先月クルーズを検討してたんですが、これは他人事じゃないですよ。しかもイランの話まで絡んでくるんですか？今日は5本のニュースを横断するのだ。最後の1本が NISA 投資家と日本の家計に直撃するから最後まで見てほしいのだ。まず1本目、大西洋を航行中のクルーズ船メガボルト・ホンディウス号でハンタウイルスの集団感染が起きたのだ。 BBC と WHO によると3人が死亡し、1件は検査で確定、さらに5件が疑い例として調査中なのだ。船はアルゼンチン南端のウシュアイアを3月20日に出港し、カーボベルデに向かっていたのだ。ハンタウイルスって何ですか？コロナとは違うんですよね。あまり聞いたことない名前なんですが、感染した3人はどんな状況だったんですか？ハンタウイルスは主にネズミの尿やクソから感染する病原体なのだ。重い場合は出血熱や呼吸不全を引き起こすのだ。亡くなった最初の2人はオランダ人夫婦で、夫は70歳で船内で死亡し、妻は69歳で南アフリカのヨハネスブルク病院に搬送されたが亡くなったのだ。3人目はまだ船内にいると AFP が報じているのだ。夫婦で旅行中に2人とも亡くなるなんて本当に痛ましいですね。でも先輩、ハンタウイルスって人から人へは広がりにくいんですよね。日本に入ってくる心配はないんですか？基本的には人から人への感染は稀なのだ。ただ南米の一部株では人同士での感染が報告されていて、 WHO が現在全力で調査しているのだ。日本への直接的なリスクは今のところ低いが、クルーズ船は170人の乗客に57人のクルー、さらにガイド13人が閉鎖空間にいる環境なのだ。まるで水族館の水槽の中でウイルスが拡散するような状況を専門家は懸念しているのだ。では2本目、米イラン停戦交渉の最新状況なのだ。 BBC とロイターによると、イランは14項目の平和提案を4月30日にパキスタン経由でアメリカに送ったのだ。その内容は、米軍の国境付近からの撤退、海上封鎖の終了、イスラエルのレバノン攻撃停止など、そして30日以内に合意をと求めているのだ。30日以内の合意ってかなり強気な要求ですよね。トランプ大統領は何て言ったんですか？受け入れたんですか？真逆なのだ。トランプはトゥルースソーシャルにこう書いたのだ。彼らは47年間にわたって世界に与えた損害に対し、まだ十分な代償を払っていない。と、さらにイスラエル系メディアのニュースには、提案は受け入れられないと語ったのだ。一方で BBC が、軍事攻撃の再開はあり得るか、と聞いたら、容疑悪くしたらね、可能性はある、とも言ったのだ。可能性はあるって、停戦してるのに攻撃再開も考えてるってことじゃないですか。それって停戦じゃなくて単なる休戦ですよね。イラン側も核の話は後回しにしたいって言ってるし、完全にすれ違ってますよ、これ。その通りなのだ。イランは核交渉は今の段階ではない、と明言しているのに、アメリカは濃縮度 90% 近くのウラン 400kg 以上の放棄を先に求めているのだ。例えるなら、借金の返済を話し合いたい側と、まず家の証書を全部出世という側が交渉しているようなもの。話の土台が全然噛み合っていないのだ。でもこの交渉の長期化が3本目のニュースに直結しているのだ。ここまでで、クルーズ船のハンタウイルスで3人死亡。米イラン交渉は14項目提案をアメリカが拒否したという2本でしたね。3本目は FRB が絡んでくるんですか？ 3本目、これが今日一番、日本の NISA 投資家と家計に刺さるニュースなのだ。ミドル、イースト、アイによると、FRB のミネアポリス連銀総裁カシユカリが警告を発したのだ。イランとの戦争が長引けば長引くほど、インフレへの影響は大きくなる。と、しかも FOMC 会議では利下げどころか、利上げも辞さない、と言ったのだ。利上げも辞さないって、それって日本の NISA で積み立てている S&P500 にも影響しますよね。私、毎月5万円積み立てててるんですが、これって続けるべきなんですか？先輩？紬の疑問、すごく重要なのだ。仕組みを話すのだ。
ホルムズ海峡は世界の石油とガスの5分の1が通る大動脈なのだ。ここが詰まったままだと原油高が続き、アメリカのインフレが止まらない。すると FRB が利上げをせざるを得なくなり、米国株が下落するのだ。NISA で S&P500 に100万円入れていたとしたら、10% の下落で10万円が一晩で消えるのだ。10万円が一晩で、これって今の停戦中でもそれだけ影響が出てるということですよね。じゃあ完全に戦争が再開したら、もっとひどい話になりますよね。BBC が伝えているように、2月28日にトランプとイスラエルがイランへの攻撃を始めてから、世界のエネルギー価格はすでに上昇済みなのだ。停戦中でも海峡は詰まったまま、つまり、止まっているのではなく、じわじわ悪化している状態なのだ。カシユカリ総裁は、利下げシグナルを送れる立場にない、と言い切ったのだ。これは BBC も CNA もストレーツ、タイムズも全メディアが一致して報じているのだ。ちょっといいですか？正直、米国もイランも、交渉、と言いながら本音では軍事的な駆け引きをしているだけに見えます。トランプの47年間の代償、発言って、最初から交渉する気がないようにも聞こえる。私はこれ、停戦という名の膠着だと思うんですが、先輩はどう見ますか？紬の見立てて、鋭いのだ。僕の個人的な読みを言うのだ。トランプにとってイラン交渉は、勝利の形を演出するための道具、なのだと思うのだ。完全な降伏か再攻撃か、その2択しか頭にない。対してイランは、核問題は後回し、という段階論で時間を稼ごうとしているのだ。2つの時計が全然違う速さで動いているのに同じ交渉テーブルに座っている状態なのだ。では4本目、フランス24が報じた中東の長期論点なのだ。歴史学者晩さん、ルミールがエルサレム問題について論じていて、エルサレムは2国家解決策の実験場になり得る、と言っているのだ。これは今の米イラン戦争と切り離せない論点で、イスラエルのレバノン攻撃停止がイランの提案の柱の一つになっているのだ。戦争が終わっても、エルサレムの地位問題は何十年も残り続けるのだ。エルサレムが実験場というのは面白い言い方ですね。ただ60年間ずっと同じ問題が解決できていないのに、今更実験場になれるのか、正直、楽観的すぎる気もします。5本目はちょっと違う角度のニュースなのだ。アルゼンチンの新聞ら、ナシオンが報じたのだが、ブエノスアイレスのニコラス地区のマンション7階で、男が交際相手をナイフで脅し、室内に火をつけた事件なのだ。被害者には生後1歳半の赤ちゃんがいたのだ。男は逮捕され、日曜日に裁判所が勾留延長を認めたのだ。赤ちゃんがいる中で火をつけるなんて、信じられないですね。これ、日本でも家庭内暴力は増えてますよね。アルゼンチンだけの問題じゃない気がします。冒頭でこう言ったのだ。この2つがつながった時、と、改めてつなげるのだ。クルーズ船のハンタウイルスも、米イラン停戦交渉の暗礁も、FRB の利上げ示唆も、根っこは同じなのだ。不確実性が高まっているということ、そして不確実性というのは、家計、投資、安全、すべてのコストを押し上げるのだ。今日のニュースはバラバラに見えて、全部、世界のリスクプレミアムが上がっている、という一つの物語なのだ。今日覚えてほしい数字は一つなのだ。5分の1。なのだ。世界の石油とガスの5分の1がホルムズ海峡を通っている。この海峡が詰まり続ける限り、インフレが収まらず、FRB は利下げできず、NISA の米国株は重い。米イラン交渉が今の状態から動かなければ、3ヶ月後にはさらに状況が悪化している可能性が高いのだ。あなたはどう見るのだ？ 5 分の1。か。シンプルな数字だけど、すごく重い意味がありますね。NISA を続けるべきか、今の私には正直判断が難しいです。コメント欄に皆さんの投資方針を書いてほしいです。積立継続。か。一時停止。か。どっちか教えてください。明日は米イラン交渉の続報と FRB が次の声明で何を言うかを掘り下げるのだ。毎週月曜は週初マーケット展望をお届けするのだ。チャンネル登録と高評価で待っててほしいのだ。また明日、なのだ。